今回の動画ではこの槍の作り方を丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、コスプレイヤーの逆だよ。今回はこちらの足軽が使ってそうな槍を作ってみました。ご覧の通りシンプルな構造になってますので、他の槍を作る際のベースとかに使ってもらってもいいんじゃないかと思います。それでは早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出していきます。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボード匠という材料からパーツを一通り切り出します。COS ボード匠はコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃にボールペンでなぞって折り目をつけます。定規を当ててボールペンをしっかりと当てることで折り目がつきます。ついた折り目をもとに手で曲げていきます。後ほど刃先に角度がつくように刃先をカッターで少しだけ切り落としておきます。裏返して先ほど入れた切れ目をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。なお、中は鉄の棒になっており、とても丈夫な素材です。切った園芸用の棒を瞬間接着剤で刃へと接着します。もう一枚の刃にも同様に接着します。刃先をボンド G17 で接着します。ボンド G17 はホームセンターや100均で売っている接着剤です。動画ではボンド G10 というものを使っているのですが、どちらでも構わないです。刃先に瞬間接着剤をたっぷりと染み込ませて、いらない布などで拭いていって補強をしていきます。瞬間接着剤を対応してますが、100均のやつで OK だよ。後ほど水道パイプに刺すのですが、今のままだとガバガバなので、余っている COS ボードを瞬間接着剤で貼り付けて厚みを稼ぎます。パイプにはまりやすい形にカッターで削ぎ落としておきます。これで刃の組み立ては完了です。逆用が他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。水道のパイプを2つに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使っていますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。2つに切り終わりました。切った水道パイプと平たく切った COS ボードをボンド G17 で接着します。瞬間接着剤でも接着できるのですが、範囲が広くてコスト的に損するので、ここではボンド G17 を使ってます。細かなパーツを瞬間接着剤で順次接着していきます。ここまで来たら刃を棒の端に差し込んで瞬間接着剤で接着して固定してしまいます。逆用が動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。柄の後半部分を作ります。最初の工程は先ほどと同じで水道パイプと COS ボードを接着して貼り合わせます。端にパーツを1枚瞬間接着剤で接着します。細かいパーツの端と端を接着します。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。
これを使うと効果が非常に速くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。今のままだと中身がスカスカで、後ほど使い勝手が悪いので、グルーガンで中身を埋めておきます。埋め終わったら瞬間接着剤で接着します。これにて組み立て完了。次は塗装に行くでござる。逆用が不要になった過去の作品を不定期にプレゼント企画しています。誰でも応募できますので気軽にフォローしてね。X、旧 Twitter のリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして全体をラッカースプレーで真っ黒に塗り上げます。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。紐を瞬間接着剤で巻きつけていきます。紐は手芸店で買いました。3メートルほど使いました。そんな感じで端までしっかりと瞬間接着剤で接着していきます。ジョイント用の棒を作ります。園芸用の棒をカットします。そして厚みを出すために瞬間接着剤で COS ボードを接着します。ジョイント棒でそれぞれのパーツをジョイントしたら、これにて完成でござる。いざ出陣。全長は200センチ、重量は600グラムとなっております。制作時間は3時間、材料費の目安は600円です。動画の内容に関して何か気になる点などあれば気軽にコメントで書き込んでくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。